一つ告白しよう。俺は昔から牛乳があまり好きじゃなかったんで、派生してクリーム煮の類もあんま好きじゃなかったんだが、この作り方をしてから考えが改まり大好きになったんで、今日はちょっと変わったクリーム煮の作り方を紹介していこうと思う。というわけで今日使う物はこいつらだ。まずキノコを刻んでいこう。今回はしめじと椎茸を使う。お好きなキノコで OK。洋風に寄せたかったらマッシュルームを使うといいだろう。数種類のキノコを入れると香りが複雑になってうまい。まずは椎茸の硬い石突き部分を切り落とす。軸は手で引っこ抜く。そしたら椎茸を食感が残る程度の厚さに刻んでいく。軸の部分も刻んで使っていく。続いてしめじ。しめじは石突き部分を切り落としばらしておく。玉ねぎ、今回使うのは半分。玉ねぎは千切りに。最後にチキン。まな板が汚れるんで肉を扱うのは最後だ。もも肉を均等な大きさにカットしていく。小さすぎると火が通りすぎて硬くなりやすい。大きすぎると一口では食べにくい。まあ大体唐揚げ作る時の大きさぐらいにカットすればよろしい。そしたら重量の 1% ほどの塩を振る。胡椒も。手でよく揉み込み下味をつけていく。下味をつけたら小麦粉でコーティング。これやっとくと肉が保湿されて煮込んでも水分が抜けにくくなりしっとりジューシーに仕上がる。あと焼き目をつける際に香ばしい香りが残りやすい。こんな感じで仕込みは以上だ。フライパンを温めたら最初にカットした鶏もも肉に焼き目をつけていく。肉を入れる際は皮面を下にすること。火の通りが緩やかになり硬くなりにくい。肉を入れたらしばらく動かさず香ばしい焼き目をつけていく。どうせ後で煮込むんで完全に火を通す必要はない。こんな感じで軽く焼き色がつけば OK。裏面をさっと焼いたら一度肉を取り出しておく。そうしたらそのまま鶏から出た油で玉ねぎとキノコを炒めていく。1% 程度の塩、下味とあと浸透圧で水分が抜けやすくなるんで早く炒まる。こんな感じで玉ねぎがしんなりしキノコの水分が飛びかさが減ってきたら OK。 そうしたらここにバター 20g 投入し、さらに薄力粉、さらに小麦粉大さじ2、粉追加したらダマにならんよう全体に絡める。このバターと小麦粉がホワイトソースの元になる。粉が全体に絡まったらここに牛乳 300cc、 まあ生クリーム使ってもいいが牛乳の方が安いんでね。さらに水 300cc、 水分を入れたら沸騰させながら鍋のこびりつきをこそげ落とす。そしたら味付け。ここにぶち込むのは驚きの昆布。大丈夫だ、合う。さらにみりん大さじ2、薄口醤油大さじ2、
かなり和風寄りの味付けだが大丈夫だ。合う。そして先ほど取り出しておいた肉を戻し入れる。材料をぶち込んだら一度煮立たせて弱火にし、このまま20分コトコト煮込んでいく。煮詰めたいんで蓋はしなくていい。煮込んだら水分が煮詰まり味が凝縮され、程よいとろみがつく。こうなったらもう昆布は取り出していい。ここで味見をして、あとは塩で軽く味を整えれば OK だ。よし。器に盛ったら仕上げの黒胡椒。さらにパセリをかけたら完成。鶏の和風クリーム煮。うまい。このソースがマジでうまい。クリームベースに昆布だし、醤油みりんの和の味付け。不思議とこの味付けが合う。日本人に馴染み深い安心感のある味。和の力は偉大だ。西洋料理だからといって忠実にやる必要はない。料理は自由だ。俺のようにクリーム煮が嫌いだったやつは一度試してみる価値はあるだろう。ちなみに洋風にしたかったらホワイトソースを作る工程までは同じで、白ワイン少々とブイヨンで煮込めば OK だ。粉でコーティングしたチキンはしっかりと香ばしい風味が残っていて、煮込んでも身がプリップリで実にジューシー。複数のキノコが香り立ち、実に完成度の高い一皿。このソースだが皿を舐め回したくなるほどうまいんで、パンに塗って食うなりして最後の最後まで楽しんでほしい。今回は余ったソースを使いクリームパスタでも作ってみるか。うますぎる。こいつを食うためにこの料理を作ったと言っても言い過ぎではないだろう。